どうも、苔取生態大好きカプラです。おはようございます。皆さんはビーシュリンプを飼ったことありますか？私は過去にエアコン管理をしていない時代、レッドビーシュリンプ15匹を夏場に飼い始めて、秋になったら水槽から姿を消していたという一夏の夢のような思い出があります。今でもあれは神隠しにあったと、夢のような出来事だと思っています。レッドビーシュリンプは私が思っている以上に飼育が難しく、特に水の汚れや二酸化炭素の添加、低水温や高水温などでダメージを受けて生きていけないイメージがありました。実際にビーシュリンプの飼育の仕方を調べると、1日の水温変化を2度以内に抑えて24度前後で維持して、水温が低下するとビーシュリンプの代謝が遅くなり不健康になるそうです。水温が18度では繁殖しないことが知られているようでした。ビーシュリンプの飼育は初心者にとっては難しい部類に入るそうです。購入したビーシュリンプが家の環境の水質に順応できない場合があったり、急激な水質変化にも弱く、適切な水質維持が必要らしいです。GH や KH、pH も重要らしいです。ビーシュリンプの飼育は水質管理と環境維持が適切に行われれば簡単みたいです。困り果てるほど増えるそうです。しかし、これらの要件を満たすには経験と知識が必要であって、初心者にはちょっと難しい面があるようです。そんなビーシュリンプは色や大きさが可愛らしく、様々なバリエーションがあります。ネオンテトラとかに比べるとちょっと弱いイメージしかなかったので、すごく高価に感じていました。いつかまた水槽の環境が整ったら飼ってみたいなと、そう思いながら5年の歳月が経ちました。それがこの夏、私はとんでもないタイミングでビーシュリンプと再会をしました。改めましていつもご視聴ありがとうございます。カプラです。このチャンネルでは忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作ってます。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。飼うのが難しいビーシュリンプなので、私はお店で買うことを躊躇してチャレンジしない日々が続いておりました。そんな中、私はビーシュリンプと予想もしない場所で再会することになりました。それは川です。生暖かいあまり流れのない用水路などではなく、湧き水がガンガン湧いて、冬場には水温が15度を下回るとっても綺麗な川にいました。試しに水質も測ってみると、水は弱酸性の pH6 台、GH は6程度ありました。KH は4程度でした。硝酸塩と亜硝酸塩は0でした。もちろん塩素も0です。水温以外は水草や熱帯魚を飼うには理想的な水質です。私は毎年その川に遊びに行きます。浅くて流れも強くないので、水遊びをするのにちょうどいいんです。ウグイやアブラハやミナミヌマエビがいたり、仏土壌もいる自然豊かな川です。遊水地が4カ所あって、1日1万立方メートルもの水が湧き出ている場所です。そのうち半分の2カ所は市の管理している浄水場で飲み水として使っています。私は毎年のようにその川に行きます。私が25年前にアクアリウムを始めたきっかけにもなった川です。その川にはミナミヌマエビがたくさん繁殖しています。ミナミヌマエビは日本古来の在来種です。いや、めちゃめちゃ細かく言うと、ヒメヌマエビとミナミヌマエビがその川にはいます。今年もその川でヌマエビたちを捕まえに行ったんですが、驚きましたね。網でガサガサしていたら、赤のしましまのエビが取れたんですよ。レッドチェリーシュリンプと思ったんですが、白と黒のしましまのエビも取れたんですよね。知り合いのエビ専門家に聞いたら、ビーシュリンプとのことです。驚きましたね。
B シュリンプが川にいたことに驚きました。それと同時に、いつからいたんだと思いました。B シュリンプって日本の冷たい川で繁殖できるの？越冬できるの？っていう疑問が出てきました。今年初めてその B シュリンプを見つけたんです。去年はいなかったんですよね。今年になって誰かがここにペットを逃がしたのかもしれません。そう思ってその日は根こそぎ B シュリンプだけを捕獲して帰りました。どうせこの夏を過ぎたら水温が下がっていなくなるだろうと思っていたんですが、改めて先日、またその川に行ってきました。川の温度は15度くらいでした。そしたらまだいたんですよね。数は南沼エビの方が多かったですが、まだまだ全然 B シュリンプがいました。生まれて少し経った小さなエビもいました。知り合いに話を聞いてみると、B シュリンプの雑種は相当繁殖力が強いそうです。それこそ自生や越冬もあり得ると言ってました。驚きが隠せませんでしたね。南沼エビの楽園が外来種の B シュリンプに侵食される未来は見たくないですね。すべての魚の餌であるエビということだけが救いですね。外来種を安易に川に流すのは本当に残念で仕方ないです。あまりこういう行為があると川への立ち入り禁止や規制強化にもなりかねないです。外来種の代表としてブラックバスがいます。ブラックバスも日本でものすごく広がりましたよね。もともとブラックバスはアメリカが原産の淡水魚なんですが、1925年に神奈川県の芦ノ湖に初めて持ち込まれました。目的は観賞用や釣りをスポーツとして楽しむためです。その後、釣りが好きな人たちの間で人気が出て、地方自治体や釣り団体がいろんな湖や川に放流したことでどんどん広がっていきました。一部では釣り場をもっと増やしたいと理由で密放流もされてしまい、結果として全国に拡散しました。ブラックバスは繁殖能力がとても高い魚です。春から初夏にかけて産卵するんですが、一度に数千個も卵を産みます。オスが卵を守る習性があるので生存率も高いです。それに水温や水質の変化にも強くて、池でも川でも環境に適応できるため、日本の水域でどんどん増えてしまいました。この繁殖力の高さが問題で、在来種への影響がとても大きいんです。例えばブラックバスは小魚や両生類、昆虫なんかを捕食するので、もともとその地域にいた日本の固有の魚が減ってしまうことがあります。特にヤリタナゴとかホトケドジョウなんかは大きな被害を受けているんですね。また生態系全体のバランスが崩れることで、他の動植物にも悪影響が出ることがあります。現在は一部の地域で駆除活動が行われてます。例えばブラックバスを捕獲したり、産卵洞を壊したりして対策をしてるんですけど、一度広がってしまうと完全に駆除するのはとても難しいんです。それにこうした活動にはたくさんの時間とお金がかかるので、効率的な方法を見つけるのが課題となっているそうですね。ブラックバスの拡散は人間が意図的に広げたことが原因なので、これ以上影響を広げないようにするためにも、持ち出しや放流を防ぐことが大事です。そして地域の人たちにもその影響をもっと知ってもらう必要があります。今回私が川で見つけたのは B シュリンプでした。エビならまだ他の生態を脅かす脅威にはならないとは思いますが、いろいろなことを考えさせられました。それと同時に驚きもありました。冷たい水温でも繁殖を続けるエビはすごいです。私の想像を超えてました。ものすごい環境に適応能力がありそうです。そんな能力を見込んで私の水草水槽に入れました。そうすると、ものの2ヶ月余りで倍に増えました。色もはっきりと赤系と黒系がいます。水質としては GH が4、KH が2です。pH は6程度です。CO2 添加は8時間ほど行っており、24時間エアレーションをしています。CO2 添加していて24時間エアレーションしてるのは不思議な行為ですが、B シュリンプを飼い始めてしまったので、
これが現在のベストな選択だと確信しています。私の住んでいる地域の水質は水替えをすればするほど黒ひげゴケが生えやすくなっています。そのために水替えすることをやめて差し水だけで管理をするようになりました。そうすると何が起きるかというと、水草がどんどん水を軟水化していって、気づいたら pH が2、GH が4、pH が6程度という弱酸性で軟水の水槽が出来上がります。特にこういう流木や水草だけのレイアウトだと、その傾向は強いです。pH が低いと CO2 を添加している時と添加していない時に pH の変化が大きくなってしまうので、このままでは pH の変化でダメージを受けやすいエビを飼いながら CO2 添加ができません。どうしても弱ってしまいます。そこで24時間エアレーションをして二酸化炭素を添加しながら水槽内に CO2 を溜め込まないような工夫をしています。水温はほぼ1日を通して21度から24度です。エアコン管理をしているので、私が部屋にいて暑いなと感じたらクーラー、寒いなと感じたら暖房に切り替えてます。もう12月なので朝は寒いです。エアコンも暖房を使っている時が多いですが、昼間に家にいると日差しが暖かく部屋を照らすので、部屋の温度は上がるため、クーラーを入れることもあります。ソイルはネイチャーソイルという栄養系ソイルに、サプリソイルという水をきれいにする効果のあるソイルを重ねて使っています。全体にはショートヘアグラスを植えました。水替えはしないで、足し水だけで管理しています。立ち上げてから8ヶ月が経ちましたが、未だに硝酸塩や亜硝酸塩はゼロをキープしています。餌は気まぐれに2、3日に1回だけ。水を汚しづらい植物系の餌を与えてます。こんな感じの管理で、ほぼほぼ放置で水槽を維持していますが、勝手にエビが増えていきます。すごいですね。こんなにビーシュリンプが簡単に繁殖すると思っていませんでした。しかも CO2 添加している水草水槽でここまで増えてくれると可愛いですね。もともと低水温で生きていける強いビーシュリンプの個体なので、かなり安心感があります。おそらく今後、私の水槽での主力生態になってくれると思います。ビーシュリンプってもともと黒と白の個体だったそうです。それから赤のしましまのレッドビーシュリンプが生まれたそうです。知りませんでした。このビーシュリンプたちには敬意を込めて、湧き水の地域で繁殖した強い個体として名前をつけてあげたいと思います。彼らの名前を募集します。かっこいい名前をつけてあげてください。コメントお待ちしています。コメントがなかったら、名前はビーシュリンプワッキーレッドとワッキーブラックにします。